カメラをじっと見つめる若い女性の写真。この後彼女はどんな恐ろしい目に遭うと思いますか？遡ることおよそ54年前の1968年12月17日、舞台はアメリカジョージア州アトランタ。人里離れた深い森の中でこの写真は撮影されました。女性が掲げる紙に書かれている単語はキッドナップと日本語で誘拐を意味するんです。女性はある男に誘拐され、その記念撮影に笑顔で応じるように求められていたんです。しかしこの写真の本当の恐ろしさはまた別のところにあるんです。記念撮影の後、ひどく怯えた様子の女性に対し男はこう語りかけました。タイムリミットまでに誰か助けに来るというね。そう、この時女性は男にこう告げられていたんです。君は7日後に窒息死する。誘拐された女性に告げられた7日間のタイムリミット。果たして彼女は無事生きて帰れるんでしょうか？この事件が浮き彫りにしたもの、それは人間の意志の強さだったんです。レモンサワーは果肉が入ってるタイプが好きです。健太です。実物の方が可愛いわよ。やみやみこです。そうでしょ。そう、なんか最近私を褒めることにハマってるみたい。本日皆様にご紹介するのはアメリカで起きた誘拐事件についてなんですけど、なんとこの事件ですね、一定時間内に女性を救出しないと自動的に殺されてしまうという恐ろしい事件なんです。自動的に、はい、犯人やばくないゲームみたいにやってるってことそれ？そういうことなんです。とにかくただ殺すのとはわけが違うんです。果たして彼女は助かるんでしょうか？彼女がタイムリミットを告げられるその場面から早速見ていきたいと思います。タイムリミット。遡ることおよそ54年前の1968年12月17日、舞台はアメリカジョージア州アトランタ。人里離れた森の中を1台の車が走っていました。車内には1人の男と拘束された女性の姿が。2人に会話は一切なく、重苦しい空気が流れています。やがて車は停車。エンジンが切られると森に静寂が訪れました。着いたよ。降りるんだバーバラ。男に促されバーバラと呼ばれた女性が車を降りる。するとその場所では折り返された土の中から異様な物体が顔を覗かせていた。それはまるで飾り気のない棺桶のような人間一人がやっと入れる大きさの箱。混乱するバーバラに対し男は至って落ち着いた様子で語り始めた。いいかい、今から君にはこの箱に入ってもらう。そして箱ごと生き埋めになってもらう。でも安心してほしい。この箱には7日間は生きられるだけの設備が整っている。君のお父さんが要求を飲んでさえくれればクリスマスは家族と過ごせるはずさ。ただしもし僕の目的が達成されなければ7日後に君は窒息死することになる。家に帰りたいの、お願い。バーバラは泣いて助けを求めたが男は聞く耳を持たない。おいおい、赤ん坊みたいに泣くんじゃないよ。男はまるで小さな子供をあやすような優しい声でそう言うと、箱の蓋を静かに閉じた。何？バーバラは生きたまま埋められちゃったわけ？そんな7日後どころかもっと早く死んじゃうでしょ？それがですね、やみこさん、誘拐した男の話は本当だったんです。犯人の言った7日は生きられるという話は嘘ではありませんでした。箱の中には食料や飲み物、寒さ対策のための毛布、照明や簡易トイレなど数日生きていくには十分な環境がしっかり用意されていたんです。ご丁寧にバーバラのメンタルのことも考え、精神安定剤や睡眠薬までも。犯人はバーバラをあくまで生かした状態で監禁しようと考えていたんです。そして土に埋められたこの箱の中で生きるために何より大事なものが空気なんです。箱には特殊な装置が設けられており、地上からの空気が送り込まれるようになっていました。ただしこの装置が稼働している期間は7日間のみ。7日を過ぎれば装置のバッテリーがなくなり、バーバラは窒息してしまうんです。これが犯人が彼女に与えたタイムリミットでした。何、こんなわざわざ大層な設備まで用意してさ、ほんとこいつゲーム感覚でやってない？人の命をね、ゲーム感覚でもてあそんでるんですよ。犯人はバーバラの身代金を家族に要求するんですけど、そんなヤバいやつなんですけど、バーバラの家族側もまあまあヤバかったんです。救出作戦。バーバラが姿を消してから数時間後、彼女の実家に一本の電話がかかってきます。電話を取ったのは父親のロバート・マックルでした。ロバートはその電話の主が昨夜バーバラをさらった犯人であることをすぐに悟りました。バーバラは今、僕の発明した最高の装置の中にいる。その装置に送り込まれる空気はあと7日で途絶える。僕の言っている意味がわかるかい？男の言葉にごくりと唾を飲み込むロバート。男は続けてこう言いました。彼女は7日で窒息死する。あなたがやるべきことは7日以内に身代金を用意することだ。要求を
告げると、犯人の男は一方的に電話を切りました。娘バーバラを襲った突然の脅威にただ立ち尽くすロバート。どうする？下手に警察を頼れば犯人を刺激してしまいかねない。ここはやはり再び受話器を取ったロバートはある人物に電話をかけました。その人物とはこの1ヶ月後にアメリカ大統領になる男、リチャード・ニクソン。ニクソン、私だ、ロバートだ。手短に言う。娘が誘拐された。君の力を借りたい。こうしてニクソンの依頼のもと FBI 長官エドガー・フーバーが直々に指揮を執る大規模な捜査チームが結成されたんです。次期大統領に電話かけるって、ロバート一体何者なのよ。大統領を通じて FBI を動かせるって時点でもう明らかに一般人じゃないっすそうよね。ですがね、なんか FBI って聞きすぎて、ベトナムの皆さんもなんとなく FBI のイメージあると思うんですけど、警察みたいなもののイメージを。みたいなね。ただちゃんと理解している方ってね、少ない気がするので、本日のメトラキーワード、FBI について。FBI はアメリカ全土の治安を守るために組織された連邦政府機関。主な役割はテロ活動、スパイ、誘拐事件、政府の汚職などを対象にした捜査なんです。アメリカの警察はそれぞれの州ごとに組織されており、州によって個別の警察組織が捜査を行います。一方で FBI はアメリカ全土にわたって捜査権限を持っており、その影響力は州の警察をはるかにしのぐんです。国家絡みの問題にも対応できる実力を備え、凶悪犯罪を日夜取り締まっているんです。警察とは上下関係ではなくね、あくまで協力関係なんですけど、州の警察が手に負えなくなったようなものを FBI が担当するという座組が一般的なんです。最後の砦みたいな感じね。犯人はロバートとの電話である条件を提示しました。それは身代金の受け渡し場所にロバートが一人で来ること。FBI に協力要請はしたものの、犯人の要求を破れば娘の命の保証はありません。そのため一人で来いというこの命令にはロバートもおとなしく従うほかありませんでした。指定された場所にやってきたロバートは人気がないことを確認し、スーツケースをその場に残して立ち去るんです。するとロバートがいなくなってすぐ二人組の犯人が姿を現しました。犯人はすかさずスーツケースを回収、足早に立ち去ろうとしますが、その時でした。すいません。突然声をかけられ振り返る犯人。そこに立っていたのはなんと警察官でした。ちょっとそのスーツケースの中身を見せてもらえますか？ロバート一人で来たんじゃないの？一人で来てるんです。警察が居合わせたのは全くの偶然だったんです。実はこの時警察が現場に居合わせたのは不審者がいると近隣住民から通報があったため、ロバートとは何の関係もありませんでした。二人組の犯人はすぐさま逃走。その際警察から逃げ切るんですが、スーツケースを落としてしまうんです。即座にスーツケースを開け中身を確認する警察官。なんだこれは。警察官が驚くのも無理はありません。スーツケースの中身は現金1億8000万円。身代金としてもあまりに法外な金額でした。そしてこの時現場付近には犯人が乗ってきたと思われる無人の車が止められていました。警察が車内を調べると、そこに残されていたのは1枚の女性の写真。女性はカメラに向かって微笑みを浮かべ、一言こう書かれた紙を掲げていました。キッドナップと誘拐。何の写真よこれ。記念撮影みたいな感じなんですよ。写真を撮るときなんて犯人はバーバラに笑顔を要求したようなんです。警察官は写真から女性の身元を20歳の大学生バーバラ・マックルと特定しました。そしてメトラの皆さんも気になっているであろう彼女の父親ロバートの正体。それはアメリカ有数の不動産王だったんです。ロバート・マックルは1960年代フロリダ州マルコアイランドのリゾート開発を主導し、莫大な富を築いた人物。1億8000万円の身代金を用意できたことにも納得のいく男だったんです。写真から誘拐事件が起きている事実を知った警察はロバートの自宅へ事情聴取に向かいます。事情聴取に答えたのはバーバラの母ジェーン。警察に問われ、ジェーンは娘が誘拐されたその日のことを語り始めました。1968年12月16日の夜、インフルエンザを患っていたバーバラはホテルの部屋で療養していました。傍らには娘を看病する母ジェーンの姿が。するとこの日は夜遅い時間にもかかわらず、何者かが部屋を訪ねてきたんです。どちら様でしょうか？母親は不審に思いながらもドア越しに尋ねます。警察の者です。マックルさん、実はスチュワート・ウッドワードという男性が交通事故に巻き込まれました。警察官がその名前を出した途端、顔色を変えたのはジェーンではなく、ベッドに横たわっていた娘バーバラでした。なぜならスチュワート・ウッドワードはバーバラの恋人だったんです。詳細をお伝えしたいのですが、開けていただけますか？わかりました。ジェーンは狼狽する娘の様子を見て、すぐにドアのロックに手をかけました。すると次の瞬間、部屋に入ってきた男はジェーンを取り押さえ、薬品を含ませた布でその口元を押さえました。気を失いその場に崩れ落ちるジェーン。マスクで顔を隠した二人組は明らかに警察ではありませんでした。体調を崩しすっかり弱っていたバーバラはそのままなすすべもなく拉致されてしまったんです。母ジェーンの話を聞いていた警察官はため息混じりに言いました。そうですか、やはり娘さんは誘拐事件に。自分たちが意図せずに身代金の受け渡しを妨害してしまったがゆえに、未だ犯人からバーバラの居場所を聞き出せずにいる。警察官はその自責の念に苛まれていたんです。恋人の事故予想なんてま
立てんのこんなことするわね。犯人は長期間バーバラをストーキングして情報を集めてたんです。さてね、身代金の受け渡しは失敗してしまうんですが、一体ね、バーバラはどうなってしまうのか。彼女は箱の中で孤独な戦いを繰り広げていたんです。バーバラの願い。この箱に入れられてからどれくらいの時間が経ったのかしら。箱に閉じ込められていたバーバラは最初こそ壁や天井を叩いたり大声を出して助けを求めようとした。しかしすぐにそれは無意味だと気づいた。床ずれの痛みで箱に入ってからの数日はほとんど眠れていない。体を起こすことも許されないこの箱に長く閉じ込められているとよからぬ考えばかりが浮かんでくる。バーバラは目を閉じゆっくり大きく深呼吸をした。そして観念したようにランプのスイッチをオフにする。ああ、神様、どうか私を家族の元に帰らせてください。無事帰ることができれば家族揃ってのクリスマスパーティーが待っている。バーバラは家族とクリスマスツリーの飾り付けをする自分を想像した。両親のことを考えるとほんの少しだけ気持ちが落ち着く。絶望的なこの状況の中でバーバラの生きたいという思いはより一層強くなっていた。もう早く助けてあげてよ。 FBI も警察も何やってんのよ。もちろんね、水面下でも動いてるんです。ちょっと暴力はやめましょう。箱の中でバーバラが必死に戦っているその最中、警察の捜査も着実に進みつつありました。警察は身代金受け渡しの日に見つけた犯人の車からすでにその身元を特定していたんです。主犯となる男の名前はゲイリー・クリスト、そして共犯者はゲイリーの恋人ルース・シアー。このカップルが引き起こしたのが今回の誘拐生き埋め事件でした。そしてこれまでの話を聞いてきてメトナの皆さんはこうも思ったのではないでしょうか。この犯人頭が切れると。それもそのはず、ゲイリーは IQ143 の天才、人口の上位 0.7% に含まれるほどの知能指数を誇る人物だったんです。悔しいけどなんか頭は良さそうな感じね。でもその頭を使うところを間違えてるんですよね。バルゴに出てくる人たちってもっといいところに使えばいいと思うんですけど、気になるのはバーバラの運命どうなってしまうのかというところなんです。バーバラの運命。犯人の身元は特定されたものの相変わらずバーバラの居場所はわからないまま。このままでは犯人が逮捕されたとしても娘の命が。そう焦りを募らせた父ロバートは次なる行動に出ました。ラジオ番組に出演しゲイリーに身代金受け渡しの意思があることを再び伝えたんです。ゲイリーはすぐにその呼びかけに応じ2度目の身代金受け渡しが行われることに。そして無事身代金がゲイリーの元に渡ると彼は約束通りバーバラの居場所を白状しました。バーバラはジョージア州ダルースの森にいる。やっと聞き出せたわね。でも大丈夫、時間経ってんじゃない？結構もう全然大丈夫じゃないです。事態は刻一刻を争うものだったんです。ゲイリーからの情報をもとにおよそ100人の FBI 捜査官が現場へ急行。すでに日が暮れて視界も悪い中懸命の捜索が行われます。そしてその時はついに訪れました。あったぞ。捜査官の一人が箱に空気を送っているパイプを発見したんです。地面を掘り起こすとそこには確かにバーバラが閉じ込められている箱がありました。しかしこんな小さな箱に何日間も。これは残念だがあまりに窮屈なその箱の様相に捜査官は最悪の事態を覚悟します。そして次の瞬間、なんと箱の中から天井を叩く音が聞こえたんです。おい、生きてるぞ。箱に打たれた釘を外し急いで中を確認する捜査官。そこにはすっかり疲れ切った表情を浮かべるバーバラが。朦朧とする意識の中彼女は無事生還したその奇跡に静かに涙を流しました。これはバーバラが箱に入れられてから実に83時間後のことでした。奇跡じゃない？よかったわね。よく無事だったわね、本当に。バーバラはものすごい精神力の持ち主だったんです。そして彼女が箱の中で取っていた行動にも注目が集まったんです。箱の中にはバーバラが7日間生きるには十分な食料が用意されていました。しかし実は彼女はこの食料にほぼ手をつけていません。バーバラは少しでも長く生きられるようにまず食料の管理を徹底していたんです。そしてバーバラは真っ暗な箱の中でも設置されていたランプを一切使おうとはしませんでした。バッテリーが切れると窒息する。そう聞かされた彼女はランプを使わず少しでもバッテリーの寿命を伸ばそうと考えたんです。バーバラは箱の中にいる間家族と過ごすクリスマスパーティーの幸せな時間を絶えず想像していたといいます。生き延びた後の幸せな時間を想像することでその驚異的な精神力を保っていたんです。めちゃくちゃ冷静じゃない。ほんと強い女性だったのね。今回の登場人物はみんなただものじゃない噛んじゃった大事なとこでね、ただものじゃないです。指名手配されていたゲイリーはバーバラ救出からわずか2日後海外へ逃亡しようとしているところを逮捕されました。ゲイリーは逮捕後今回の誘拐の他に過去に4件の殺人を行ったと告白。これらの罪については証拠不十分で裁かれることもありませんでした。天才的な頭脳を持つゲイリーのこと、この自白には裁けるはずがないと警察を嘲笑っているかのような含みを感じさせられるんです。一方のバーバラはゲイリーの裁判に際して彼に厳罰を求めることもなく一貫して寛容な態度を示していました。IQ143 の天才誘拐犯と複
不屈の精神を持つ女性。二人の戦いはその結末だけではなく、人としての器量の面でも全てバーバラが勝っていたと言えます。窮地に追い込まれた時、何より頼りになるのは彼女のような意志の強さなのかもしれません。結局ゲイリーは10年服役した後に仮釈放され、今度は医師として働き始めることに。しかし最終的には麻薬の密売に手を出し破滅。どこまでも波乱万丈な人生を送ったようなんです。